基本的に松盆栽はもう屋外の日当たりのいい場所がいいです。もうこういう台の上にちょっとねこうやって置くだけでもかなりその床の熱とかねで下が通ってる分風通しも良くてそんなに暑くならないんで、こんな感じで置いてもらったらかなり良くなるんじゃないかなと思います。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回ですね置き場所についていっぱいやってきたんですけど、おさらいぐらいな感じで見ていただいたらなと思います。本題に入るまでに少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。過去ね YouTube でやってきた内容とか、専用の動画なんかも使いながらね定期的に届きます。説明欄の方からねメールアドレス、探していただいてメールアドレス登録するだけで届いてきますんで、よかったらそっちでも勉強してみてくださいと。置き場所なんですけども、ちょっと簡単なとこだけまとめてみたんですが、盆栽の置き場所ということでね、とりあえず何でも松盆栽だと思って聞いてください。うちのチャンネルなんで、屋外これが一番無難なとこですね。もう一番無難というかもう一番大事ないいところで、室内ね、あとベランダみたいな、そんな感じでそれぞれにお話できたらなと思うんですけども、基本的に松盆栽はもう屋外の日当たりのいい場所がいいです。でちょっと例外的にもう猛暑がね最近夏場がすごい日差しと暑さなんで、五葉松とかに関してはその夏のねすごい暑い時期は屋外でもちょっと日当たり悪くするとか、寒冷車なんかでね遮光ネットみたいな言い方もできますかね、そういうのを使いながらちょっと日当たりをあえて悪くするみたいなのはあります。五葉松は特に。黒松は少々日当たりが良すぎて暑いみたいなとこでもねどうにか耐えてくれますんで、あと室内はもう基本的にはダメですね。ただもう一瞬もダメかというとそうでもなくて、だいたいね成長期暖かい時期はねあんまり入れない方がいいんですけど、それでも夏場の一番厳しい時でも3、4日ぐらいはいけます。で冬なんかは結構木がねお休み中みたいな感じもあるんで長いこといけるんですけど、それでもせいぜい1週間ぐらいがいいかなと思いますね。で3、4日入れたらその倍の日数外で回復させるみたいな、1週間入れたら次の2週間はもうずっと外のいい状態のとこで回復させるみたいな、そんな感じで捉えてくれたら、で回復させた後はまた室内入れよう思ったら入れれます。でその時水やりはね多分あんま乾かなくなるんで、そこは乾いてからやるっていうのはまたそこも大事にしてもらいたいんですけども、あとね意外と冬とかね木が休み中やからって長いこと室内行けるみたいなねプロの方とかおられるんですけど、あれはもうプロだからできるみたいな感じでね誰でも真似しない方がいいかもわからないですね。温度管理とか多分微妙なとこあると思うんで、うちは基本的にはもう年がら年中外です。夏寒さ強いんで、とベランダ最後ね。でベランダでも日当たりのいいベランダもあれば、マンション群みたいなね隣のマンションの陰でとかなんかね自分のマンションのその構造上影が結構多発するみたいなとこだと黒松みたいに日当たりがすごい大事、必要な樹種はちょっと厳しいかもわからんですね。でそういう場合はなるべくちょっとでもねフェンスギリギリね落ちんような作業は絶対いると思うんですけど、高さつけてなるべく高いところで日当たりをよくするとかね、そういうのはいるかもわからんですね。でベランダとか屋外の時でもそうですけどそのベランダの中でも置く場所、例えばベランダコンクリート製だったそこの地べたに置くとかはまた良くないかなと思いますね。そのコンクリートとか鉄板とかねすごい熱持つんで、だからその鉄板でいうと室外機の上とかね
なんか起きやすいですよね、室外機の上ね、ちょうど高さ的に。でもあれも鉄板なんで、多分冬はええかもしれないですけど、夏場はちょっと暑くなりすぎるんちゃうかなと思います。ほんでね、まあそういう時のために室外機の上とかじゃなくて、こういうね台、もう高さ的にはもう最低限ですね、もうこういう台の上にちょっとねこうやって置くだけでもかなりその床の熱とかねで下が通ってる分、まあ風通しも良くてそんなに暑くならないんで、まあ、こんな感じで置いてもらったらかなり良くなるんじゃないかなと思います。こういうのがあったら、まあ、仮にベランダの床がこれで一つこれ置いておくだけでもかなりマシなんかなと思いますね。とにかく木の方がいいと思いますね。まああとギリギリ金網とかね、まあ木で変ですけど、こういう下が空いてるようなんで高さつけてやったらで、できたらなるべく高い方がいいんですよ。やっぱ下の厚さがねこもるんでね、こんな感じで、最低限これぐらいの高さあったらいいなという感じですね。はい。そういう風な感じで置き場いろいろ言いましたけど、基本的には松盆栽日当たりのいいところで、一部こういう未生五葉松みたいなのは夏場はねちょっと日当たり悪くするのも OK という、そんな感じですかね。室内は気をつけて入れましょうと。もうマックス1週間ですね。マックス1週間ぐらいで覚えておきましょう。はい。それぐらいかな、置き場。またあったらまた動画にします。はい。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。